こんにちは、リーコです。今日はゆったりリラックスできそうな日本風のお風呂を作っていきたいと思います。まずはこのお部屋の中心となるヒノキ風呂を置いていきたいと思います。今回は画面の上の方を使って全体をまとめていきたいと思います。そして次に飾りとして屏風を置きたいと思います。屏風は壁に沿って置きます。今回結構シックな感じに作っていきたいと思うので、シックな家具を中心に使っていきます。次は石のスツールを置きます。で、この石のスツールの上に苔玉を置いていきたいと思います。この苔玉はすごく味があってとっても好きです。そして次にあんどんを置きます。あんどんはリメイクしたりできるんですが、そのままで使います。そしてもう一つ石のスツールを置きます。今度は反対側に置いて、石のスツールの上にラタンのタオルバスケットを置きます。私個人的にラタンのタオルバスケットはすごく使いやすいなって思ってます。皆さんはいかがでしょうか。で、ここまででこんな感じに仕上がってきました。ちょっと左側が寂しいので、もうちょっと左側に置いていきたいと思います。最近やっと DIY、灯籠の DIY をゲットしたので、灯籠を置きます。こちらもリメイクできるんですが、この色でいきたいと思います。そして灯籠の横に桜の枝を置きます。結構この桜の枝はボリュームがあってとっても綺麗ですよね。お風呂に入りながら癒されそうです。で、お風呂から出た後に少し休憩できるスペースを作りたいので、竹のスツールを置きたいんですが、これは、リメイクで枯れ竹と、もう一つ選べるんですが、どちらにしようかちょっと迷っています。このね、薄い色の茶色もとってもいいんですけど、今回のこの雰囲気だともう一つの濃い方の茶色の方が合うかもしれません。ということで、もう一つリメイクしてこちらの濃い茶色にしてみました。こっちの方が合いますね。これでいきたいと思います。温泉とか行くとですね、必ず下駄が用意されてたりするので、下駄をですね、ヒノキのお風呂の前に置きたいと思います。ということで、こんな感じにお部屋が仕上がりました。どうでしょうか。結構ね、シックな感じで日本風の浴室が完成したと思うんですが、次は、ちょっとお風呂上がりとかに化粧水をつけたりできる、ちょっとした化粧台を置きたいと思います。ラタンのドレッサーを出しました。ちょっとこういうところがあるといいですよね。で、そのラタンのドレッサーの隣にラタンのくずかごを置きます。はい、これで部屋が出来上がりました。このお風呂には着物が合うと思うので、ちょっと着物に着替えてきました。このあんどんはつけたり消したりすることができます。どうでしょうか。結構ね、ゆったりとリラックスできる感じになったのではないでしょうか。このね、音もすごく癒されるんですよね。水の音がいいですよね。そしてこの休憩スペースで座って休むことができます。ゆったりとした時間を過ごせますよね。そしてここでお風呂上がりに化粧水を塗ったりできます。なかなか忙しくて温泉とか行くの大変だと思うんですが、熱森の中でね、こんな風に癒され空間を作って癒されてみてはどうでしょうか。ということで、今回はゆったりリラックスできそうな日本風のお風呂を作りました。皆さんもね、ぜひぜひ癒されてみてください。
最後まで見ていただきどうもありがとうございます。このレイアウトを気に入っていただけたらぜひグッドボタンお願いします。Thank you for watching. Today I made relaxation Japanese style bathroom. Please subscribe. See you next video. Bye. また次の動画でお会いしましょう。さようなら。